お姉さんお姉さん、どこに行かれるんですか？奇遇ですね。私も行くんですよ。もしよかったら一緒に行きませんか？何でも見ます。僕もそういうの好きなんで。じゃあ一緒に行きましょうか。嫌なのに。今日はあやななのヒントされた大挨拶とアニメ総集編の前編を見ます。遊ばないでください。入っていきます。得点です。今週はトリガー。わーい、来ました。見ていきます。7人が入所する履歴書欲しい。あるかな？なさそうだけど。そういえば自分たちでまともな情報書いてない。なんかいっぱい手が。かわいい。総集編まだ出てきてないのに。初めて見た人これ誰だってなるよ。うん。じゃあボトル変えましょう。ご入庫から3時間の無料スターのお客様へのご用意の控えめ。うわ、前回何だったっけ？でかい方だった気もするけどな。じゃあこっち100円プラスだわ。うん。天くんです。今回天にします。考えとけばよかった。何にしよう。ファーストビートでいいんじゃない？ああ、賢い。700円です。はい。申し上げます。オッケー。似合うガクさんコーヒーなの。本日一番級シネマ大阪引っ越しことに段差があるの。かわいい。お客様に入場シアターアイドリッシュセブンファーストビートこっちの天くんという。並びに一番級シネマ取り忘れちゃいそう。写真撮ったから行こっかって言って。モスバーガーに来ました。爆語り大会開始。動画見て思うんだけど、やっぱ早く歯並び直したい。歯並びを早く直したい。なんで言ったさっき。早く歯を並び直したい。並び直したいはもう全部取っての意味合い。ちょっと変えるだけじゃない？変えるまではいかないの。おたまじゃくしぐらい。卵までにしとこうか。あれ、ああいう換算の仕方だっけ？全然変えるかしませんよ。このびっくりしたのがさ、はい。バンダイナムコの「てってってるる」あるじゃん。あれのちょっと前の部分が流れたのがびっくりした。あ、てってってるの前。音源の前って覚えてないけど。覚えてない？そっちメインで見てない。いや、俺も覚えてない。最初あれバンダイナムコのロゴがうん手書きで書かれてて、からの音源。その時の音源で最後に出しちゃってる。うん。劇場版サラウンドで「てってってるる」が聞こえたのが俺は一番良かった。それだけ着眼点違う。でまずチケット購入の件から始まるんだけど、映画でチケット発売された瞬間にもう待機してたじゃん、私たち。でまずサイトつながらなくて、多分みんな一斉に買ってるから。で入れたとして、選べたとして、チケットを種類選択するとかあるじゃん、大人とかも。で私はムビチケ買ったんだけどやったよね。分かる人には分かるんだけど、これ後編のチケット買っちゃって永遠に入れなくて。前期後期ある中のそう、後の方買っちゃったんでしょ。多分前編は売ってなかったんよ。私がそのムビチケのサイト行ったらアイドリッシュセブンの絵柄あったの、7人で、その次にトリガーだったの。あっちはもう売り切れってなってたの。だから買えなくて、あ、仕方なくこっちにするかと思って買ったら後編だったの。だからこっちは使えてなくて、結局普通のチケットの価格でまた2人分買ってってなった。ミスったわ。でも普通にこの絵柄が良かったからいいんだよ。後編の前売りがあっただけで私はもうありがたいと思ってるからよかった、正直。やっぱでも物理カードで届かないと意味ないよね。あこれマイクラのカード、バーチャルカードってそんなんただの TNG 画像じゃん。あれマイクラだったっけ？前のマリオのやつもデータじゃなあくて、マリオもそうだっけ、データ。な気する。どっちも実物届かない。いいかぶりつき。うんうまっ。バーガーラバー。バカラバ。信じられる？2個バーガー全部一人あ、で。俺なんだよね。私あんま食べ物ないの。あんま食べないからいいんだけど。今もう投稿されてる動画が
俺も一緒に写ったアンボックスだよね。ああ贈り物ね。で次の動画が水族館かこれになる。水族館待ってる。じゃあ時系列が1回だけ前後するんだ。親知らず抜いて1週間で抜歯がちゃんとされれば痛みはだいぶいった。腫れも少ないと。私たちプライベートの友達たちは多分それで事情を知る。最近親知らず抜いたんだ、あ今回復したんだ連絡しなくてももう情報は伝わってるんよ。アニメ総集編だから最近見たいと思ったの、アニメの1話から、でも総集編やるってなったらアニメの方を我慢してたんだけど、改めてやっぱアイナナ好きだと思う。あ、本当？再確認できた。なんかもう最初でうるうるしちゃって、私アニメで絶対20回以上は見てるの、全部トータルで。主に最初のシーズンは20周はしてると思う余裕で。だから、まあ、私が鈍感なのかもしれないけど最初の10回見ても特に新しい発見なかったのね、で10回超えてからまた1話から見たら、あこれこういう伏線あったんだとか、今見たら伏線だらけだ、最初からネタバレになるけど4人落とすってオーディションあったじゃん。でその後にみんな待機してるとこあったじゃん。一言でその場にいるほとんどの人が傷ついたこととうってなったのがよりとリクの会話があったじゃん、でリクが最後にもし兄弟で一緒に頑張れたらなーっていうセリフあったのに、玉木のカットになって玉木ハイライトなかったんよ、目に怖ってなった。その時細かって思った。そうだって確か玉木の妹のあやちゃんもうアイドルになるからさ。大ネタバレですね初心者見ないと思うんだこれで。結局そのあやちゃんもアイドルになるかもしれないってところで物語終わったんだけど、でも絶対に玉木と一緒には頑張れない、同じ事務所に入るわけじゃないから、だからなんか辛いよね。いまだに円満な兄弟は泉兄弟かもしれない、ケンとリクはなんかライバル関係になったし、玉木とあやはなかなか会えない。あと思ったんが総集編だからさ、メインのストーリー軸に沿って再編集されるから小ネタ的なの全部カットされてんのね。私アイナナ好きな理由、なんか音楽とか声優さんとかストーリーとか全部好きなんだけど、そのストーリーの中で伏見文太さんっていうのね、シナリオを書いて、そういうちょっと小ネタ的なのがめっちゃ好きだったの。ギャグ戦が多分あったんだろう。だからそれらが全部カットされてて、あこのネタ来るぞって思ったらカットされて、次のカットになっちゃって、ちょっとそれは残念だったけど、総集編だから仕方ないよね。気になる人は本編俺もなんか好きなシーンあったよって言おうと思ったんだけどさ、どこだか忘れちゃった。何か所かあって、ラストボックスシュート、あそこカットされなくてよかった。あれは好きだよ。あ、思い出した。本編始まる前にさ、バスケはやんないでね、あれ好きだよ。注意ね、なんか何個か絶対王様プリン持ち込まないように、食べないようにみたいな、注意書きあって、そういうとこ好きだわ。バスケはやんないでしょ。でトリガーもさ、野外ライブやってた時アイドリッシュのその車内での小ネタがあって、なぜか天とガクが喧嘩し始めて、そしたら龍之介が喧嘩しないでくれ俺のためにって言ってその後に天とガクが俺のためヒロイン気取りってめっちゃドタボロいトリガーの関係が好きだわ。最後の舞台挨拶で言った通りにカットされたら普通にイケメンなかっこいい3人組なんだけど、小ネタ入ったらちょっと印象変わってくるっていう。でね、舞台挨拶10分ぐらい音声で見てたよね時代トラブルね。うちの劇場だけだよね、現地側の問題かなんて。音声が乗らなかった可能性もあって、でもその場にいる人は気づかないから、各映画館があそこに電話しない限りは分かんない。ありそう。でも多分それないなってのが、入力3じゃねえかみたいに言ってたじゃん、スタッフが。で、あの子一緒にブチって音鳴ったでしょ、あれ絶対差し直した音だから、いつもの出力は映画のね、HDMI1 みたいなそんな感じとして、ライブ用の映像のやつ普段使わないから違うとこに刺さってるとかそういう感じじゃん。俺そうだと思うんだけどやめときましょう。まあでもお詫びに無料券もらったもんね、また次。優待でね。でも10分の内容ちょっと気になる。めっちゃ盛り上がってなかった。音声なくても映像でめっちゃ大爆笑してんなっていう。で音声つながった瞬間蕎麦屋の話になってたから何があったんだろうっていう。
声優から声を奪っちゃってそう声優だから、ん映像なくても声は聞きたいんよ。どちらかというとねでも映像しかなくて音声が詰まって、まあでも斉藤壮馬が顔丸くなって嬉しい。可愛くなってるあ、てか推し誰なの？今日見た中ではない。あ、なぎなんだ。やっぱ外人さんだからコピーだよね。自分好き勝手やったら友達喜ぶってどういう神経なの？ああ、それ可愛いよね。好きだった。自分が好き放題やったら友達喜ぶと思って好き放題やってる。それも伏線でしょ、いいとこでの王子だなって。数値は出たのでシーズン4が出るよっていう。ただまだいつ出るかは分かってないけど、ゲームの方でそのストーリー出るときはみんなナギのパスポート燃やせってトレンドに載ってたんで、帰国できないように。それまた乗りそうで、アニメ出たとき。もうその情報言われてたんだっけ、アニメ4。あ、制作決定。でもいつ放送は分かんない。ゲームのシナリオの方ではさ、まあ、それが 100% だとしてアニメってどれくらいになってるの？アニメ出てる分だと3シーズンあるじゃん。今でちょうど半分。ストーリーで言うと6部ある。それが6シーズンになるって考えるとちょうど今半分だな。やっぱ今最初の 3D 見るとちょっとぎこちなさはあった、頭震えてるもんねあれのいいのがさ、3D 嫌がる人もいるじゃん。アニメの中で、まあ、確かに 3D あるのは仕方ないけど結構合わせてるのちゃんと、例えばカメラに2人映ってて近い人は 2D で遠い人は 3D で、そういうのいいよね。加減が上手だよね。なんかケンくんさ、冷たい感じじゃん。でもしれっと面白いこと言うの好きなの。玉木タクシーさ、メーター止めてって言ったのおもろかった止まってじゃなくてメーター止めてないタクシーここでいいよ、メーター止めて普通に面白い。がっつりタクシー扱いされてる。歌ってる音声取り直しなんだっけ？取り直しじゃないのか。映画用に音声を構築し直したって言ってたよね。あ、やっぱアニメとちょっと違うよね。龍之介の「あ」がすごいでかくてびっくりした。本当に思った。歌メインの部分より前のため息の方がでも確かに音声で遠いとこから近づきながら話すのはめっちゃ感じた。あ、めっちゃ遠いなと思ったら急に近い音声になって、映画館で見る良さはちゃんとあったよね。トリガーの吐息をここで感じれるよ。匂いもわかるかもトリガーのシークレットナイト好きだからさ、いやそれでハマったからトリガーにペンライト振りそうになってる。ある、いいチーム持ってきたけど、さすがにね、マナー的に振るだけにした点灯せず。あっちの現地の人はさ、いいよっていうあれだったのかな。なのでちゃんと明るくなってるから。あ、そっか。全国のライブビューイングだとまだ映画見てる感覚でそのまま映像を見るんだけど、現地は普通に映画見るためのライティングっていうか、暗くなったのが明るくなるから。あとあそこ好きだった、路上ライブやってて雨の中で、でトリが偶然見てさ、あ、この声はって言って天が反応したじゃん、リクの歌声に。その後にガクがアイドリッシュセブンだってみたいな言った後にカットされたんだけど、総集編では小ネタとしては巻き戻してって言ったの。そしてガクが録画じゃねえよって言った。なんかやっぱ面白いとこが全部カットされたのがちょっともったいない。まあしょうがないよ、2時間半にまとめなきゃいけない。じゃないじゃない。でトリがさ、ライブやった後に天が不調だったじゃん。でライブやった後ぶっ倒れたんよ。そこアニメあったけどカットされた。多分メインはアイドリッシュセブンだから、トリガーの事情は一旦ずっとこんな感じで見てた。一切ポップコーン進んでなかったもんてかさ、あそこおもろかった。社長って自分のおかず減らしてまでアイドリッシュセブン育てたんだね。それ好き。だって白米じゃなかった？アニメの方ださ、お弁当のレベルも上がっていく描写あったよね。アイドリッシュセブンのストーリー、メインストーリーを進むためにバッジもらえるの。バッジ徐々になんか弁当豪華になっていくの。私懐石弁当も出てたよめっちゃ豪華になって。最初日の丸だったよね。がっつり日の丸で次なんだっけ、のり弁だ。そう、のり弁で唐揚げ弁当。唐揚げだっけ。
って焼肉あんま覚えてないけど、声優さんたちも仲良さそうでよかったわ。あの3人とかもう見覚えてる。斉藤壮馬は多分私はめっちゃうるさくて覚えたんだろうけど、畑野さんと里拓、ダメだ、まだ名前達成してない。斉藤壮馬が天君の声優、畑野渉さんっていうのが学院で、佐藤拓也っていう声優が龍。なんかこのキャラクターの影響でさ、斉藤壮馬2人よりちょっと低いんかなと思ったら並んでか身長、キャラクターで勝手に覚えちゃった。開封しません？いいよ。どっちが先がいい？これが映画の入場特典、これが呼びつけの特典フレクシール。どっちがいいと思う？どっちも。今週はトリガーなんで、天君だけ抜けてたら、まあ、誰でも嬉しいけど。せーの。じゃん。お、天君だ。あ、ガクさんさよなら。エロエロビスト。いろいろビスト。揃った。来た。最近合わせるの好き。ベビモンの時からね。あれは微妙だったちょっと。ちょっと合わなかったよ。じゃあ次フレクシール。これ4枚あるから一旦全部4枚出そうか、裏返して。これ重ねないとダメ。ちょっとピンクっぽいの見える。これなんかショートの金髪が見える。白髪多いからね、間の。せーの、じゃん。ごめん、ちょっとミスったわ。よかったね。やった、天君とミツ。せーの、じゃん。お、ちょっと見えちゃった。せーの、あ、ナギかぶった。トリガー1人しかいない。ラスト、せーの、じゃん。あ、山さん、ガクさん、龍之介さんいない。年上層がいないんだ。本当だ。大和さん、ごめんなさい。ナギがちょうど山さんだったら、だから完璧だったかもね。第7はね、トリガー、天君だけだった。あので1個言いたいことあった。エンディング、Today is 幻の曲です。あ、そうなの？あの子たち結局認知度上げれなかったから、その後の内容としてはメッツォがデビューしちゃうのね。メッツォのデビュー曲として音楽はそのままだけど歌詞とタイトルも変わってミスユになる。トゥデイズの内容的には上を目指そう的な感じだったんだけど、メッツォは恋愛ソングがメインのグループだから恋愛系になっちゃったの。だからトゥデイズアルバムにどこでも入ってないの。まあ公式のこだわりっていうか、トゥデイズは幻です本当に。昔ファーストビート DVD 私全巻揃ってんじゃん。その中に特典として CD 入ってるの。それ以外だと多分どこも聴けない。多分 Spotify にもないの。ファーストビートの劇場版総集編前編か。そう、今までの3シーズンの前編じゃなくてファーストシーズンの前編。それと思った。あと5回あるじゃん。違う、多分劇場総集編はさ、ファーストシーズンで終わるよ。さすがにこの後5、6回リバーレじゃ出てこないんだ。ツールもなんならあと5回じゃ済まされない。3シーズンが分かれて2個になったから、あと7回になってる。そこはどうにか。あれ情報違ってたかも。4シーズン作るんじゃなくて亀甲のクォーターっていうツールにフォーカスした番外編が制作決定されてて、4シーズン目どうだったっけ。勝手に私の妄想だったかもしれない。作ってほしいがために願いすぎてもう作るもんだと思っちゃった。あった、ちゃんとあった。総集編&亀甲のクォーター&アニメ4巻。亀甲のクォーターってことはあれに抗うってこと？プロデューサー？メジャー？はアニメの本編。亀甲のクォーターはどっちかっていうとツール結成前の話だから各々の話になってる。個人の3シーズン目でトリガーにひどいことをしたじゃん。そっから私はズール許せてない。その後に亀甲のクォーター出て、あ、みんなかわいそうな子だなってズールを許せた人たちもいれば、まだ許せてない私はいるんですよ。いかにしてジャイアンがアイドルになろうと思ったか。声優ネタやめて。ガキ大将じゃなくて、あれでも
歌手目指してでもよく聞いたらキムスバだけどさ、普通に聞き比べたら別に同じキャラとは思えないよね。だって私アプリの方でもう音声付きで見れるじゃん。でもトーマの声聞いた時に別にジャイアンと思ってなくて、その後に声優ちょっと調べたくなって調べてた結果、あれジャイアンやってるって思って2代目ジャイアンだって言って。じゃあ何キムスバ知ったの先にこれ？先にアイナナから知った。あ、本当。アイナナのトーマが出て声優気になって調べたらジャイアンだった。じゃああれはわざと歌下手にしてやってたんだっていう、ちょっと尊敬あったよね、声優の。すごいよね。どうしたらあんな声出るの？めっちゃラップうまいぞあの人。グッズ先見に行ったじゃん。履歴書なかったじゃん。欲しいんだけどどこに売ってんだろうね。履歴書買いたいなってなったきっかけが、最後 Today's 音楽の前に流れるクレジット、クレジットの横にちょっとアニメあったじゃん。多分初見なんよ。多分スカウトされる話じゃん、アイドリッシュセブン。はいはいはい。山さんが履歴書書いてたんよ。なんか楽したそう楽する楽するしみたいなの書いて楽できる仕事ね。しだね。しまで書いてて、ちょっと履歴書見たいかもと思って見に行ったら結局なくて。一回昔売られたんだっけ？普通に紙で売られたの？ファイルの中に7人のだからリアルつむぎちゃんが持ってたやつ、まともなことが書いてない履歴書みたい。みんな嘘だろ。だって玉木さ、施設育ちって言ってさ、つむぎちゃんびっくりしてたじゃん。書いてなかったの履歴書に。つまりそういうことだよ。いつの間に。早くアレンジされたシークレットナイト聴きたいんだけど、11月発売の10周年を記念したアルバムの中に何曲かをリアレンジとリミックスされたなんか別々であって、シークレットナイトだけがすごい気になる。リアレンジ楽曲、これまで発表された楽曲をもとに新たに編曲を行い、ボーカルを再録音して、だから再録音してたんだよ、あの3人。モコナが出てきたか、モコナじゃねえクランプモコナが出てきたかと1カットしかなかったね。きなこねあれモナコ、あれ違う、モナコは違う。モコナね、モコナモコナもどききなこね、きなこ似てるけどウサギだけどきなこが何？可愛かったね。ペットを連れて来ないでくださいのカットと劇中のカットが一緒で、あれこれかって思って、それ好きだった。僕のきなこね。後編で多分玉木タクシーのオーサンプリン21個持って帰ってってケンが言うと思う。終わり。